皆さん、こんにちは。ボイチです。さあ皆さん、今日はついに講義の時間です。正直、まだコラムで話すことが多いんですけど、今回は講義映像です。ところで講義を始める前に、お話したいことがあるんですが、前にアップした映像の中で、ソニーとクランチロールについてお話ししながら、お話しする内容を一つ忘れてしまいました。クランチロールは漫画サービスを行っています。この大事なことを忘れてしまいましたね。漫画のサービスをしていますが、なぜ漫画プラットフォームになるべきだと主張したかというと、私が以前コラムの時間でお話したように、デジタルで漫画をサービスすると漫画のプラットフォームになるわけではありません。漫画のウェブ人になったり他のものになったりします。しかしクランチロールは私の基準ではまだ漫画のプラットフォームとはとても遠いです。そしてオリジナル漫画の領域を大幅に拡大してこそプラットフォームと言えるんですが、そういう部分も少し残念だし、そのようなプラットフォームが持つ要件がまだ少しは足りないのではないかという考えがあります。強力なプラットフォームになることを目指し、グローバルを目指してほしいので私が提案したんですが、それにもかかわらず私がこの内容を申し上げるのを忘れてしまいました。本当に申し訳ございません。ディレクターさん、これは年齢のせいでしょうか？私の頭が悪いのでしょうか？どちらでもないでしょうか？両方ですか？なんてことだ。事実のようですね。忘れずに頑張るボイチになります。どうぞよろしくお願いします。それでは講義を始めます。いよいよ質問を読みたいと思います。私は新人作家です。台本を書くのに多くの困難を経験しています。私の目的はいつも登場人物同士の自然な対話の流れを表現することですが、読者たちが誤解するのではないかと心配です。それで単語一つ選ぶのもうまくできていません。私はまず台本を書いて漫画を描きます。そのうちセリフと演出が衝突すると意欲が止まったりします。アドバイスをお願いできますか？とてもいい質問です。ディレクターさんはこのコメントどう思いますか？セリフにもこんなにたくさんの悩みができるんですね。そうなんですね。それでは今からセリフを上手に書く方法をお話します。私たちの漫画を描く人たちは実際にとても多くの悩みをストーリーと関連してします。絵のことだけが悩みではなく、実際にストーリーと関連したこともとても多くの悩みの種です。私も絵の勉強とストーリーの勉強、どっちをたくさんやったかというと、ストーリーと関連した勉強をもっとたくさんしました。その中でもセリフを書くことについての悩みの種です。この方の悩みをまとめると、シナリオ形式でストーリーを書いてセリフを書くことに難がある、単語の選択の難しさと伝達が間違っているのではないかと悩んでいるとのことです。本当に共感できる悩みの種です。まず私が先に申し上げたいことは、読者の誤解についてあまり心配しないでくださいということです。実は何の心配もしなくてもいいです。何の心配もいりません。読者は絶対に誤解するからです。絶対に誤解します。読者は絶対に間違って解釈します。読者が私たちの心を覗くことができないです。絶対に間違って解釈するので心配する必要はありません。友達に読めと言われても読み間違えます。絶対に間違って解釈します。そうすると私たちはどうなるのか誤解させておくべきでしょうか。そういうことについての理論もあります。芸術創作理論や美学理論の中で、そのままにしておいてもともとそういうものだよという理論もあります。当然私も支持する理論ですが、
だからといってもともとそうだと思っておいてはいけません。私たちは何をしなければならないかというと、ただ最善を尽くしてやればいいのです。最善を尽くした後は仕方がないのです。統制できません。では最善を尽くすということは何か、悩んだ末にやらないことが最善を尽くすことなのか。違います。手が動かないといけません。手が動くのが最善を尽くすことです。だから最善を尽くして良いセリフを書こうと努力していますが、心配しないでそのままやってください。そして単語一つ一つ気を使うこと。私はそれも必ずしも必要ではない、時によっては必要だと思います。実は私は最近0カ国語を使ってるので、単語一つ一つが悩みです。単語自体が思い浮かびません。気が狂いそうです。こういう時に適切な表現があったんだけどとしばらく思います。皆さんは私よりマシです。私より利口で良い条件を持っています。心配しないでください。セリフは単語より流れがもっと重要です。セリフは流れです。セリフを言いつけてどこへ行くのか、この流れが重要です。セリフを言い換えながらどんな事件に到達するのか、どんな結論に達するのか、どんな決定的な何かに到達するのか、これが重要です。それでは流れが重要だということは分かりました。では決定的な何かはどのようなものなのか。それはアクションかもしれないし、事件またはセリフなことかもしれません。すると決定的な瞬間にそのセリフは気を使うべきじゃない？この時は単語一つに気を使わなければならないのではないか。もちろん十分にそういうこともあります。けれど私が2004年に映画を勉強するために大学院に行った時、ものすごく有名な70代のシナリオ作家が教授でした。その教授がおっしゃった言葉ですが、話が積み重なってセリフが積み重なって決定的な瞬間に来た時は意外と平凡で日常的なセリフがいい。本当に立派なお話ですが、私は必ずしもそうしなければならないとは思いません。決定的瞬間には得意なセリフも良いと思います。心の中に必ず刻んでおく必要がある、いい方法論だと思います。日常的なセリフ、平凡なセリフがその瞬間にいいかもしれないということです。日常的な会話をするとき、単語一つ一つを悩まないですよね。うちの教授が当時そうでした。息子とお父さんが話をしてるんですが、ドラマがクライマックスのクライマックスに到達して、ついに父と息子がお互いの気持ちを理解し合い、また別れるその瞬間に、父は振り向いて歩く息子に向かって何を言うか、何のセリフを言うのか。息子よ、サラトゥストラはこう言った。こんなセリフを言うのか。これじゃなければ。息子よ、ご飯はよく食べなさい。平凡なセリフなら後者の方がいいセリフでしょう。ということです。心配しないでください。セリフを一つ一つ考えて研究する必要はあります。けれど、そのために手が止まる必要は全くありません。私が言論的なことについて申し上げますと、セリフは流れが大事なので、一つ一つのセリフはそこまで気にすることはない。それを気にして流れを逃したらそれこそ敗着だ。休まずにずっと行かなければなりません。こういうことを申し上げたいです。そして次に、時間を決めて書くのはどうかということです。セリフを書くんだけど、いいセリフを書くために多くの時間を悩むよりは、私が決めておいたこのシーン、またはこのページ、セリフを決めるのに10分を超えないと決めて、10分を超えないんです。1時間を超えないようにと決めたら1時間以内に終わらせるんです。自分で決めた時間以上過ぎてしまって結論が出なかった。するとそこまでが私の実力なのです。皆さんが週刊誌の作家になって文も書いて絵も描くと思ってみてください。1日で描く作家さんもいるし、
1日でストーリーを作って6日間描く作家の方もいらっしゃいます。1日でストーリー、絵まで全部やって5日間休む作家さんもいらっしゃいます。しかしこう考えてみましょう。絵も一生懸命描かないといけないし、そして1日は休まないといけないから、1日休んで4日間描くと考えてみるんです。4日に20ページなら1日に5枚ずつ描きます。仕上げまで含めたものです。それではストーリーを書く期間は2日です。2日間、1日は構想、研究、資料収集などをすると思ってシナリオ形式で書いていくことになったら、残りの1日に全部書かなければなりません。漫画の原稿用紙の20ページ分量です。そうすると漫画の原稿で20ページを書くんだけど、1日に10時間で私がセリフを全部書くと決めたら1ページで30分になるでしょう。このスケジュールでは30分で1ページのセリフを全部書かなければなりません。これを悩んで時間が経ってしまうと連載できないですよね。締め切りのスケジュールが破れます。そうなったら絵を描く時間を減らして絵を台無しにする選択をしなければならないとか、締め切りを守るために他の部分を犠牲にしなければなりません。それでもやり遂げるのがプロの実力です。皆さんはまだプロじゃないならもっと多くの時間を使うかもしれないけど、プロのようにすることをお勧めします。プロにならないといけないので、それなら時間を決めないといけません。時間を超えるのは私の実力ではありません。絵の一コマを描くのにうまく描くために10稿練習勉強してワンカットで1月かかると本当にいい絵が出るでしょう。しかし漫画家がそれでいいのでしょうか。そうして作られるのは漫画家の実力ではないのです。それでは台本が足りないと感じて気に入らない時、私はセリフをもっと上手に書きたいんだけど30分に1枚ずつ台本を書いたから気に入らない。この問題はどうすればいいでしょうか。ディレクターはどうしますか。とにかく締め切りは守らないといけないから、気に入らない状態で進めるべきではないでしょうか。はい、それもその通りです。プロ作家の場合はそれが解決策です。これを踏み台にして次はもっと頑張ろう。これがプロの解放です。しかし勉強をする立場ではこのような解放を使えばいいのです。もっとたくさん書いて、もっと多くのストーリーを構想して、もっと多くのストーリーを作らないといけません。皆さん、ここで重要なことを一つお話します。苦悩は皆さんの実力を高めません。今やっている仕事のクオリティを高めることができます。しかし実力を高めてくれません。それでは実力は何が高めてくれるのか。作業量が実力を高めてくれるのです。だからいいセリフを書きたければこの作品に苦悩して時間を費やさなければなりません。しかし作家としての自分自身の実力を上げたいならたくさん書くことが大事です。手が止まっていてはいけません。悩む時間さえないほど文をたくさん書かなければなりません。単純に考えてみます。1年間漫画の30ページを作る人、300ページを作る人、1500ページを作る人、この3人の中で誰が実力が一番高くなっているでしょうか。1年に30ページを作る漫画家志望生が1年に300ページを作る友達に1年に300ページなら適当にしたそうだけど、それでいいの？私があなたより実力が上にあるんだね。こんな考えをするバカはいないでしょう。必ず300ページ作った人が実力がもっと上がるのが当然です。実力を上げたいならたくさん書かなければなりません。時間をタイトに決めてどんどん書き下ろさなければなりません。そして質問の中に読者の反応がどうか心配だとおっしゃったんですが、誰にも見せないことをお勧めします。私はこうしました。私が本当にプロデビューをこれから狙わないと思った時点、正確には高校を卒業した時からでした。その時点からです。一番親しい友達以外には
私の作品を誰にも見せませんでした。なので私がデビューした時、物理学科の学生たちが私が漫画を描いていることも知りませんでした。デビューして読者たちにいい評価をもらうことが大事です。でも皆さんが必ずそうする必要はありません。私がしたこれが参考になれば参考にしてください。今の多くの漫画家志望生たちがあるところに公開して見せようとする欲望を少し我慢できないようです。実はたくさん見せれば見せるほど実力が伸びません。とても重要な勉強の原理が一つあるからです。発表する原稿は自分が得意なことだけを集めてやらないといけないし、勉強は自分ができないことだけを集めてしなければなりません。勉強とは自分ができないことをよくできるようにすることだから、得意なことは勉強を熱心にする必要がありません。私ができない部分を掘り下げていかないといけません。サッカーをするんですが、ドリブルは下手だけどシュートはうまいというなら、最高の選手になるためにシュートだけ練習したら最高のサッカー選手になりますか？練習はドリブルも一緒に練習しないといけません。試合ではできるだけシュートをするのが正しいです。練習なら自分ができないことをしないといけません。できないことを集めて練習したら人々がよく見ることはないでしょう。どこかでも誰かに見せようとすれば必ずできないことはしないようになっています。できないことを隠そうとする欲望は避けられません。できないことを描いてから公開後に下手だと言われるのは本当につらいです。嫌なことを言われているとやりたくなくなるでしょう。私は女は上手だが老人は下手だ。そしたら誰にも見せないでうまく描けるまで老人を描く練習をしないといけません。勉強というのはそういう原理でするものです。だから誰かが私の下手なセリフを見るんじゃないかと心配になったら見せないでセリフを書いてまた書いて、結局は立派なセリフを書けるようになるまで書くのです。練習してまたすれば必ず立派なセリフを書くことができます。誰よりも、そうです、お市より晴れらしいセリフが書けます。私がこの世界のバカ集団の中でバカの精髄です。その重要なクランチロールの話を忘れるのを見てください。私がやるだけ練習すれば必ず私よりもっと上手になります。今すぐ解決じゃなくて未来にもっとうまく書けるように目標して上達で解決しようという考えでやればいいと思います。そして次にこう話しました。セリフと演出が衝突すると意欲が止まります。私の考えはこうです。意欲が止まるすべてのことをしてはいけません。プロじゃなければまだ催促する編集者もいないし、皆さんを待っている読者もまだいないし、皆さんが作品をしていない時大きな被害を起こすこともないし、まだ原稿料や印税をもらうわけでもないじゃないですか。それでは皆さんに残ったのは漫画を作ることです。漫画への愛、創作への意欲。でもその意欲を失ったらどうしますか？意欲を失うことを絶対にしてはいけません。セリフと演出が衝突したら衝突させておいてください。意欲を失ってはいけないので悩まないでください。衝突しようがしまいが、たくさん書いて練習すればいつかは解決になるだろうと思っていただければ結構です。ここまでして基本的な話は終わりました。最後に私が書くとても簡単なセリフの書き方の一つをお教えしようと思います。その方法は、私がすごく好きな作品のセリフを書くやり方を思い出しながらセリフを書くのです。ここで重要なことは思い出しながらセリフを書くということです。真似するわけでもないし、そのやり方をそのままするということでもありません。そのやり方を思い浮かべるということです。誰でも好きな作品は違うでしょう。良い作品の基準はセリフの書き方がいい作品でしょう。そういう作品を一つ選んで私のセリフの教科書になるのです。皆さんの教科書を作ってください。教科書は本当に重要です。そういう面でセリフの教科書になる作品を探しているのです。
私の場合セリフの教科書になった作品が1995年に出た「漏れしげ」という韓国ドラマがあります。私の人生でこの「漏れしげ」という作品はこの地球上で最もセリフをよく書いた作品です。なのでそのセリフの書き方を私は思い浮かべながらセリフを書くことがとても多いです。実際にとても助けてもらっています。漏れしげを作ってくださった方々、本当にありがとうございます。この作品のセリフを書く原則と原理が例えばこうです。ドラマでゴッドファーザーが出ます。そのゴッドファーザーが政府と戦っていて全ての手段を使ったんですが失敗して結局没落を迎えることになりました。その没落が決定する瞬間、あ、私が少し没落するんだということに気づく瞬間があります。その瞬間にこのドラマがどんなセリフを言うかというと、ゴッドファーザーがそれに気づいた上で急に顔を背けて外を見ながら夕焼けがいいねというセリフを言います。この夕焼けにはいろんな意味が含まれていますよね。こういうセリフを使うやり方、私がいつも心に留めておいて参考にしています。もちろん全ての作品を参考にするわけではありません。ある特定の作品を作るとき、私は心の中で漏れしげのやり方を思い出します。素晴らしいセリフを打つ原理を持った作品を求めて皆さんのセリフを書く教科書にしてみてはいかがでしょうか。そうするととても簡単に問題が解決されるんじゃないかな、そう思います。とにかく心配しないで悩まずに使ってください。最後に質問した方に解決策を一つ差し上げて今回の映像は終わりたいと思います。台本で書くとおっしゃっていてセリフと演出の衝突についてお話されましたが、これに対する解決策は別にあります。それはシナリオの方式でセリフを書かずにネームのやり方でセリフを書くのです。ネームの方式で書けばこの問題がかなり解決されるでしょう。それでは今日の講義映像はここまでです。ありがとうございます。